さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。私は先日、小学校6年生の娘の授業参観に行ってきました。ですので、今日は授業参観の話をしようかなと思っています。授業参観とは、主に保護者に子どもたちの日頃の授業を見てもらうというものです。授業参観はだいたい学期ごとに1回あります。日本は3学期制なので3回あります。もちろん学校によって多少は異なると思います。今回の参観は日曜日にあって、地域によっては父親参観と呼んだりします。6月は父の日があるので、だいたいこの時期にある参観は日曜日に行われます。もちろん母親も参観できますよ。普段平日にある参観はなかなかお父さんは参加できないので、年に1回この時期はだいたい日曜日に行われます。授業参観では自分の子供が通っている学校の教育方針や、家庭では見ることのできない集団生活での子供の様子を知ることができます。それから授業参観後に保護者懇談会が開催されることもあります。これは普段あまり関わることのない先生や保護者と交流できる貴重な場となっています。日本は小学校に入ったら集団登校で学校に行くので、親同士のつながりも減っていくんです。集団登校についてはどこかで話したかな？きっと話したと思いますが、1年生から6年生の子どもたちで集まって自分たちで学校に行くことです。集団登校の班は地域ごとに決まっています。ちょっと話がそれてしまいましたが、参観の話に戻りますね。私はインドネシアから日本に帰ってきたばかりなので、授業参観はとても新鮮でした。日本のこのような授業参観はどの国にもありますか？ちなみに私が住んでいたインドネシアでは、日本のような授業参観はありませんでした。でも、日々の学校の様子を WhatsApp で写真や動画を送ってくれていたので、それは嬉しかったですね。日本はありませんので。インドネシアには日本のような参観はありませんでしたが、自分たちが勉強してきたことを発表するというイベントがありました。うちの娘は英語で天気について話していましたが、子供によって違いました。例えば算数のことや電気の配線のことなど、一人一人前に出て発表していたのですごいなーって思いました。日々の様子を参観で見れるのもいいですが、練習をして人前で発表するという体験も子供にとってはいいなって思いました。せっかくなので今回の授業参観の内容もシェアしたいなと思います。幸せに生きるとはをテーマにグループディスカッションをしました。なかなか深いテーマですよね。大人でもなかなか難しいテーマです。6つぐらいグループに分かれていたので、自分の子供がいるグループに入りました。子供たちが出した意見には、
戦争がない社会、笑顔で暮らす、衣食住が整っている、バリアをなくすことなどがありました。私の娘のグループは衣食住が整っていることでした。衣食住とは服と食べるものと住むところのことです。衣食住が整っているというのは服と食べるものと住むところがちゃんとあるということです。自然災害で家をなくしたり食べ物が食べれなかったりするニュースを見て自分たちは衣食住があって幸せだなと感じているそうです。募金や物品などを寄付したらどうかなと子どもたちは意見を出し合っていました。私は子どもたちにこんな質問をしてみました。みんなはまだ見たことがないかもしれないけど、世界には私たちのような服を身につけていない民族もいるけど、その人たちは幸せじゃないのかなって聞いてみました。そうなんだって驚いていました。それから社会の生活が嫌だと言ってホームレスを好んで生活している人もいるけど、じゃあその人たちは幸せじゃないのかなって聞いてみました。そっか、いろんな人がいるんだねって言っていました。そして衣食住の中でなくてはならないものって何かを学校のみんなにアンケートを取ってみると言っていました。もっといろんな人の意見も聞いてみたくなったようでした。どのグループもたくさん話し合って悩んで答えが出ずもやもやしていました。でも先生が授業の最後に悩んで答えが出ないことが正解ですと言っていました。悩んだり話し合ったりわからないから人に聞いたり調べたり、そういうこと自体が今回の学びだそうです。このテーマについては11月までやっていくそうです。娘の学校では6年生は必ず広島の原爆ドームに修学旅行に行きます。平和学習のためなんですが、原爆ドームに行って原爆の跡地を見て平和は大切ですって一言で学べるものではありません。ですので今からみんなで話し合いながら勉強しているそうです。今回の授業参観に参加してすごくいい学習だなぁと思いました。じゃあ最後に皆さんに質問してみようかな。皆さんにとって幸せに生きるとは何ですか？私はですね、毎日笑顔で元気に過ごすことかな。大きな幸せより小さな幸せを一日に何回も感じたいです。朝起きて、命があって幸せ。朝ごはんを食べて、美味しい幸せ。みたいに。実は私は毎日幸せだったこととできたことをノートに書いています。当たり前に目の前にあることも本当は当たり前じゃないんですよね。当たり前にあることに感謝すると私は毎日幸せを感じられます。なので私は毎日ノートに書くということをしています。皆さんはどうですか？よかったら聞かせてくださいね。はい、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。